よし、取るぞ、今日も取るぞ、今日も取るぞ、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 取るぞ。疲れた。はい、マジで神川 TV のゴッドです。いつもご視聴ありがとうございます。本日なんですけども、こちら CRG ですね。はい、この CRG をですね、5年間所有の方しているので、良いところも悪いところも全部わかるんですけども、悪いところに関しましてはアイドリングストップがあるっていうことをね、他の動画で上げてますんで、ぜひそちらの動画もですね、ご覧になってください。良いところにつきましては、まだ動画の方を上げてなかったんですよね。で、CRG をですね、購入検討されている方に向けて、今度はですね、CRG の良いところについてお話の方していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。はい、まずはこのですね、ランタンのような素晴らしい流星のようなね、このスタイリングの良さはね、もう5年間乗っていても飽きないですね。このですね、ヘッドライトの上から吊り上がるようなこの綺麗な曲線美、わかります？これはね、本当にね、たまんないですよね。もうまさに美、マジで美しい。ハマる人にはですね、ハマるんですよね。ハマってしまったらね、このね、沼からはもう抜け出せませんね。もうそれぐらいですね、かっこいいです。いろんなね、カスタムパーツも発売されているので、自分好みにね、カスタマイズする方もいらっしゃいます。僕の場合はですね、無限 RG っていうもうフルコンプリートカーでもカスタムの方されているので、僕はあまりカスタムとかはしないですけどね。この CRG はですね、ハイブリッドカーです。平均燃費の方ですね、見ていただくと 16.1 なんですよね。この車はスーパーチャーザー装着されているのですが、この無限 RG でも実燃費の方はですね、14なんですよね。燃費気にせず踏んで楽しめます。もちろんスピード違反にはご用心。はい、続いてはですね、ラゲッジ容量の多さですよね。わかりますか？このラゲッジ容量。ラゲッジ容量はね、マジでね、多いんですよ。そしてね、CRG はですね、86とかと比べるのはあれなんですけど、86は開口部のところですよね。ここまでしか開かないと思うんですよ。だけど、この CRG はですね、ここまで開くんですよね。わかります？ここまで開くので、めっちゃ荷物がね、86の場合、上からこう乗せるのって難しくて、どちらかといえばこうやってね、入れるタイプなんですけど、CRG の場合はですね、上からこうのものを置けるし、これ倒せばもっと広がりますんで、ラゲッジスペースに関してはCRG の方がね、使い勝手が良いと思います。これぐらいですね、ラゲッジスペースは広くて、そして荷物がたくさん乗る車です。なかなかね、スポーツカーで結構荷物が乗るっていうのは実用性高い方かなと思います。使い切れる楽しさがありまして、めちゃくちゃ面白いです。普通ね、こういう一般道で制限速度って、今40キロ道路なんですけど、60キロぐらいじゃないですか。普通に運転してって60キロ以上出すことってあんまりないですよね。すぐね、加速していくと60キロ以上いってしまうと思うんですよね。わかりますかね？アクセエンジンを回転数が上がった状態をね、楽しめるっていうのは使い切れる楽しさならではの楽しみ方だと思うんですよね。ホンダのビートもそうですよね。ホンダのビートも使い切れる楽しさで、楽しんでいく、エンジンをね、高回転まで回してね、
エンジンを楽しみながら走れるっていうね、とてもねいい車だと思いますよ。はい、続いてね CRD の良いところなんですけども、ワインディングがマジで楽しいんですよね。って言ってもコーナリングに関してはね特別楽しいですね。走っていてめちゃくちゃ笑みがこぼれます。本当にね笑みがこぼれるぐらいね面白いんですよ。それもそのはず。それもね CRD はねショートストローク、ホイールベースもショートホイールベース、そしてなおかつですねワイドなんで、コーナリングのね安定感はとてつもなく高いんですよね。だからねコーナリングめちゃくちゃ楽しいんですよ。しかもハンドルがねめっちゃクイックなんでよく曲がるんですよね。そしてなおかつね低重心なボディ、そしてボディ剛性のね高さもありますのでめちゃくちゃね楽しいです。これはね楽しいとしか言えないんですよね。ちなみに CRD、FF なんで下り坂は速いみたいですよ。S プラスボタンっていうのもありますんで、この S プラスボタン僕は挽回って言ってるんですけど、挽回してみましょうか。これがねマジで楽しいんですよ。このね S プラスボタンを押すときはギアが低いときに押して、なおかつ30キロ以上のときにボタンを押して挽回。はい、もうすぐ制限速度いっちゃうんで、やめますけども、こんな感じでね楽しめるんですよ。自分がね、今日は燃費よく走りたいなーっていう時にはエコモード使ってね走ったり、ちょっと普通でね走りたいなーっていう時はですねノーマルモードを使ったり、そして今日はめちゃくちゃ走りたいっていう時にねスポーツモードを押したり、このねボタン一つ一つにねこの CRD はね個性がありますんで、これまたね面白いと思います。 CRD 強いところ、突破最強のスポーツカーですね。大学生でもね維持できると思います。で普通にね絶対不満とかだったらね50万ぐらいでね売ってたりしますんで、そこからねカスタムとかしていけばめちゃくちゃ安くできると思いますよね。しかもハイブリッドカーなんで燃費もいいんで、そこまで維持費もねかからないと思うんですよ。13年以上経ったとしても課税されないっていうところもメリットだと思います。それにしても紅葉綺麗だな。ゴッドがね大学生の頃にはこの CRD 買えなかったんですよね。だからね今の大学生がねもう羨ましくて羨ましくて仕方ないんですよ。本当に羨ましい。CRD いい車だよ。乗れば乗るほどねこの CRD の良さはわかると思います。乗らないとわかんない。はい、続いてね CRD の良さについては、意外とね乗り心地めちゃくちゃいいんですよ。乗り心地マジでいいんですよね。足回りはね硬いんですよ。硬いんですけど乗り心地に関しては全然ね嫌じゃない硬さなんですよね。助手席に乗った人が口を揃えて言うのが意外と乗り心地いいねっていう、乗り心地悪くないっていう風に聞いても乗り心地いいよっていう風に言う。はい、このコーナー楽しい。このね安定感マジですごい。この安定感もう人馬一体ですよ。まさしく本当にね人と車が一緒に走ってる感じだな本当にね自然と意味がこぼれちゃうんですけどね、この楽しさはねたまんない。なんでしょうかね、速さと燃費めっちゃバランス良いと思うんですよね。バランスが良いスポーツカー。続いてラストなんですけども、今ですね未来の車に乗れる面白さ、最近ですねプレリュードが
発売されるっていう風に言ってるじゃないですか。あれもハイブリッドカーのスポーツカーですよね。ハイブリッドカーでスポーツカーをもう2010年からね出しているっていうね、時代を先取りした未来の車を現代で乗れる面白さ、あなたには分かりますか？さあ、あなたは今この時を未来から戻ってきた。さあ、どうします？乗るしかないっしょ。はい、最後までご覧いただきありがとうございます。トミカー TV では運転の楽しさを伝えるため、いつかきっとあなたの役に立つ情報を発信していますので、この動画が良いなと思ったらグッドボタン、そしてその横にあるチャンネル登録ボタンを押していただき、応援のほどよろしくお願いいたします。はい、今回はここで終わりにします。だから CRG はね、ほんとね、乗れば乗るほど魅力に気づく車なんで、今挙げたね、以外にもたくさんね、良いところがあると思うんで、動画内でね、紹介しきれないところもございますんで、こんな魅力がありますよっていうところがね、ありましたら、コメント欄でね、追加で情報の方をね、入れていただいたら、購入検討されている方のためにもなると思いますんで、よろしければですね、コメント欄で良いところ、CRG の良いところについて皆さんご教授の方いただけると嬉しいです。それでは、またねー。最後まで見てくれた方におまけ映像。今気づいた。サムネイル撮ってないわ。やらかした。またね、戻るのだるいな。